さあこんにちは、高橋祐介です。今日はですねちょいと車で、釣りにやってきてるんですけれども、ちょっとね初めてやる場所に挑戦したいと思います。しかもね面白いフィールド、ちょっと行ったこともないし見たこともないし、ちょっと情報もないのでどうなるか分かりませんが、今から車でポイントのね下見に行きたいと思います。楽しみです。さあ来ましたよ、今回のメインフィールドなのかな。目的地周辺です。とても景色がいいです。ただ釣れそうかって言われたら何とも言えないなぜかっていうと、やっぱ流れが全くないですね。当たり前ですけど、ここはね霞ヶ浦を形成する一つの湖なんですけど、この多分ちょっとごめんなさい、僕も詳しいあれが分かんないんですけど、下思いっきりもう堰になってて、湖なんですけど、簡単に言うと堰植えみたいな感じで、潮の満ち引きが全く関係ないエリアなんですよね。そこが明けは多分変わるんですけど、なので基本的には潮では全く流れが出なくて、湖の流れが出なくて、それでなので完全止水域のシーバスゲームですね。僕自身完全止水域っていうのは結構初めてなので非常に楽しみです。ちょっと路肩寄せられたので見てみますか。見に行きましょう。ちょっとどんな感じか。でもね、イナッコがすごい数います。やっぱメインベイトはイナッコなのかな。イナッコって思って良さそうかな。すごい量。ただこの流れのなさをどう攻略するか。でも他に大きな流れの要素がないんで、多分こんなちっちゃい変化でも重要になってくると思います。雨降ってないんで堰があるところはなんか大体閉まっちゃってそうですね。それなりのサイズのところは。水位は全く上がってなさそうなんで、さあ簡単じゃなさそう。こんな感じ。ちょっとやっぱ勝負はまずめの時間帯だったり夜だと思うんで、本当にちょっと今から欄岸下見しながら今日の夕間詰めやる場所を決めたいと思います。よし、じゃあ先発ブロイン 110S、 これのジャーキングでやっていきたいと思います。このポイントを選んだ理由はあんま深い理由はないですね。車でいろんなとこ走ってみて一番イナッコがいたから、とりあえずこの良さそうな夕間詰めやってみようかなと思ってやってきました。さあどうだろうね。マジで特にピントはね、どこ回ってきてもピントは来なかった。やっぱ流れがないんでどこも釣れそうって感じの決定だというか、ここだっていうあれはないですね。なのでとりあえずいい時間なのでやってみようかなという感じで今スタートしました。でこういう止水域、流れの緩いエリアでの狙い方として一つこういうジャーキングですね。あとはもっとちっちゃくて波動を出していくバイブレーションとかクランク系とか、他にはその水中入れてもうこういうラインを嫌がるよっていう時はトップとか、多分そこら辺が有効になってくるんじゃないかなと思います。水が動いてないのでこっちのルアーの波動は気温は出してっていいと思います。なので結構強い釣りをメインに多分展開していくのかなとは思います。さあとりあえず投げるしかないぞ。これは早めにシーバスの存在を
確認したいですね。オイルが見れれば一番いいですし、あとはベイトがなんか固まってる、変に固まってるとか、まあ挙動逃げてたりするのがあれば嬉しいんですけどね。なので、まあ、メインはおお、何ボラだねこれ多分ボラが引っかかっただけだと思います。メインは夜と朝なのかなと思います。多分これはベイトです。とか言ってこれでシーバスだったらすごいことだけど、走りがおかしい。ボラですよ、ボラ。もう食ってる。ナマズだナマズが食ってるじゃん、しっかりこれ。ジャーキングナマズやったー、楽しいじゃん。ルアーで釣れるなら。おい来たジャーキングナマズ、開始早々釣れました。がっつり食いに来てましたね。こんな鋭い引きするんだ。楽しかった。かなり引いた。早かった。いやー、ブルーン 110S のジャーキング効くんですね嬉しい。よし、バイバイ。お、いったいったいった。結構鋭い引きするんだ。とりあえず楽しかったまあいいんじゃない、魚の引き味わえたから。開始早々流れはいいっすよ。さあこの調子でやっていきましょうか。さあ同じ要領でシーバスが釣れてくれればいいけど。そうだからさっき言ったようにこれから日暮れて、まあいろいろさまよって稲っ子の動きがおかしいところ、まあそして耳すましてボイル音を探したいですね。なんかゴツゴツ当たってんな。今波立っちゃってるけど、車で見て回ってる時は全然もっとない出て、その時はねボラがすごいいたんで、今波立ってて見えてないだけでまだいるとは思います。今ルアーに当たったのは稲子の群れだと思います。どんぐらいだったかな、サイズは10センチ超えてたかな。それなりのサイズの稲子がいましたね。うわ、すげえ。全部ボラですよ、ここ。今チップゴンゴンやってんの。ここボラだらけ。これを蹴散らしていく。さあ明らかに港が濃いエリアです。ここはトップにドパーンって出てくれたらめっちゃ楽しいし、突破口が見えるんだけど、どうでしょう。なんか出そうな雰囲気というか、もう少しねベイトがざわついてたりすればいいんですけど、あんまりそれがないですが、まあとりあえずやってみましょう。トップガボッツの120。ナマズが出そうだ。お、今のボラじゃないんじゃない？どうだ？映ってたかな、すぐそこ。なんだ、パシャーンって今魚大きくなかったけどボラジャンプじゃないような気もした。あ、ほらほらほら、ほらあれやってない？ちょっと待ってやってない？多分なんかもう一発ぐらい出なかった？よし、トップガボッツ90。
ルアーサイズ少し下げて一口サイズでいきます。まずは明確にボイル見ることだな。今のところの目標は。うわ出た、うわ出た、シバスいた、シバスだよね。銀だったよ。出た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 、マジうわすげえ、こんな早く答え来る今日。シーバスじゃん。うわーシーバスだよ。見えたよ出たー、来てるよこれ。乗んなかった、やばやば。初場所初ポイント。1箇所目、ベイトいるとこにいるねここまでうまくいくこともなかなかないけど、でボイルもさっきの怪しかったけど、明確なのは見てないけど出るんだね。さあ乗ってくれよ。頑張ったんだけどびっくり合わせせずに、もう祈ってた。今ドーン出てルアーに一応もう穂先には衝撃感じて乗っててくれと思ってたけど、残念ながら。いやでもちょっともうちょい暗くなるまで頑張ろう。もう一発来てくれ。シーバスでね有名な場所ではないんで、どっちかって言ったらねブラックバスで有名な場所なので、だからあんま情報も出回ってないし動画もねないので、チャレンジ企画だったんですけど、うわー反応見れただけで嬉しい。さすがに画角に入ってなかった。いやでも僕は見ましたよ。シーバスでした。そしてねなんか出るラインが一緒だな。ここにちょっと駆け上がりでもあんのかな。お、なんだ捕食っぽくねえか。ちょっとラインが怪しいですね。ルアーまあ出たライン、さっきルアーに出たラインとほぼ同じか少し奥。おベイト、これはラインに逃げてんのか。あ出た。んどっちだ、出たな多分。吸い込みっぽいな。よく言うんですけど稲っ子パターンは本当根気の釣りですからね。正しいことやってても10回に1回答えが返ってきたらめっちゃいい方で、100回に1回とか300回に1回しか返ってこないことあるんで、そんだけ答えが返ってこないんでやっぱいろいろ迷走してるは変えて、今度合ってないことやっちゃってたりして余計に釣れなくなったりするんですよね。なのでいかに合ってることを辛抱強くやるかがキーだと思ってるんで、難しいとこですよね。おっしゃ乗った、食った。します。よっしゃ、信じてよかった。よし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 、こんな操作来る。ライトつけてもいいよ。よっしゃ来たよ、いきなり信じたね。信じたら来たね。うわバレんなよ。ちょっとどうしようか。うわネットがないから頑張ってこれランディングするしかないんですよ。おっしゃー、ほらねやっぱ芝だったっしょ。なんかくるくるしてる。うわ絶対取りたい。やばいね。でもいたね。ほら稲っ子が弱ってんだろうね。食われてんだと思う。よし観念したでしょこれ。やべべべべべ。カモンカモンカモン。ちょっと高い。もう一回。よいしょ。おーべべ。よし。ちょっと見えない。
はい来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、よいしょ、来たぜいたぜ、よっしゃー、ガボツ90出たね。うわ何こんなそうそうないよ。しかもまあいいじゃん、60代ぐらいですけど、まあでもめちゃくちゃ嬉しいっすよ。初場所本当に何の情報もないねえ、着いたのはここ着いたの1時なんですけども、一周ぐらーってしてどこにしようどこにしようって迷って、いやー来たね。阻止したけど、まあどこもピンとこなかったですけど、ベイトの多さと、まあベイトの多さですね、多さしかない。そこにやっぱ夕間詰めなら何日かあるんじゃないかって時間帯だけ合わせてきたら、いや出たよ。もうちょい明るいうちもなんかあるかなと思ったけど、明確なボイルはそんなないんですけど、ルアー上引いてるとやっぱ目立つからドンってきましたね。目立たせることが大事ですね。よし、じゃあ行きます。バイバイ。よし、センキュー。よし、いった。いや、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、マジで嬉しいよ、ほんと。初場所のね、1匹目はね、その1匹しかないですから。それが楽しくて、僕いろんなとこ行くの好きなんですよね。いやー、しかもトップでガボッツよくやってくれた。ガボッツが動く一番ゆっくりのスピードで巻く。一発目誤爆してね、少し、興奮してたところもあるんですけど、それを抑えて無心というか、もうあんまりなんだろう、その焦っちゃうとね早く巻いちゃうんで、ゆっくり巻くことを一番に意識しました。なので頑張って気紛らわしながら、なんかルアーずっと見てると早く巻いちゃいそうなんで、いろんなとこっち出ないかなこっち出ないかなみたいな気を紛らわせながら投げてたらドバンでまた同じラインでしたね。そこが回遊ルートなのか、まあもしかしたら少しだけ落ちてるのか、本当に近いラインで出ますね。いやーでもこれでいいね。1箇所鈴木がいる場所を確認できたっていうのがもう最高。これが1日回ってね、明日の朝間詰めどこやろうってやる場所が見つかんないのが結構焦る流れなので、今夜はひとまず明日の朝間詰め一番いいタイミングでやる場所を決めようと思ってたぐらいだったんで、こんな早々釣れるなんて最高ですよ。稲っ子大きいから120でもいけるかな。なんか回遊待ちだったら少しでも目立たせた方が良さそうなんで、最後ガボッツ120入れてみましょう。ガボッツのいいところはこれただ巻きのスイミングもできるし、スイミングでモコモコね、引き波立てながら動くし、ポッピングね、一瞬ポンってアクション入れていくことによってポッピング水をまとってね、ポッパー的な動きもできるんで、で90とか65はドッグコークもできます。なので本当に一つでいろんな誘い方ができるので、それが強みですね。だから一つの一投の中にいろんなアクションが混ぜられるのが結構良くて、より細かく探りたい時にドッグコークしてみたりポッピングして止めてみたり、かなりカバーできる範囲が広いトップウォータープラグです。よし、じゃあ移動しましょう。いやー嬉しかった。一発目のエラーライが脳裏に焼き付いてるもん。バシャバシャバシャ。
とりあえず自分の想定してた釣り、ジャーキングトップあたりが良さそうだなと思ってたのが、両方ね一応反応、魚からの反応あって、それもまた気持ちいいですね。さあ次行きましょう。色ポイント移動してきました。橋があるポイントで、一見ね明暗ポイントなんですけど、もちろん流れがねないので、明暗に流し込むとか全くしないんですけど、ただね明かりがあるだけで稲子が集まったりねするので、プラスルアーも見つかりやすいっていうところで選びました。さあやっていきたいと思います。さっき釣ったガボッツからスタートします。とりあえず稲子はね手前いますね。多分沖にもいるでしょう。ただボイルとかはないですね。たださっきみたいに突如というかトップ引いてたら出るって可能性もあるので、まずトップからスタートします。手っ取り早いですよね。アピール力高いし見切られにくいので、シーバスがね稲子食ってたら確実にね目線は上表層レンジ向いてるので、ルアー回ってるので結果が早いです、トップは。なのでひとまずこれをいろんなとこ投げて、シーバスがいるであろうとかところに流したり、シーバスが見つけてくれるのを期待して投げてみたいと思います。お、なんか怪しい動きさっきからすごいずっとしてるよね。蓋してんじゃない、シーバスが。怪しいねあれね。コーンは出ないけど、これが多分流れがあったら上までもっと出てんのかな。流れがないから1枚下でなんか食ってんのかもしれないけど、そこを頑張ってトップのルアー投げて上まで引き出したい。怪しいねあれは。ついてる動きしてるけどね、そこの何がついてるか分かんないけど、稲子が時々浮いて逃げてるから、これで行ってみるか。まさにこういうために作ってるようなルアーじゃない。発売時期が決まりつつあるルアーでいきます。はい、エグイドフローティングの入れようと思えばレンジ少し入るけど、どっちかといったらそれを入れないように使う、フローティングの引き波出せるルアーですね。これでいきます。ガボッツは割とねうねうねうねってウェイクしながら泳いできますけど、エグイドはどっちかというとフラって時々アクションしながら、ふらつくようなアクションしながら引き波出してきます。いやーこれはちょっとむずいな。出そうだけど出ない。どっか地合いがあるんだろうけど読めないよね。潮で動かないから。よしスネコン130。基本流れのあるところでね使った方が簡単に、S 字回転釣れるルアーなんですけど、ちょっと止水域でもよく使うやり方があるんでご紹介します。アクションつけていくんですけど、竿でアクションつけていくっていうよりはリーディングでシュッて一瞬止めて、ラインスラックのたるみ一瞬作ってあげて、そこから
2分の1回転3分の1回転とかシュッてリーディング入れてあげるともうすごい大きな S 字一瞬クイックに動くんで、それが効く時よくあります。流れの緩いとこなんかでよくやるスネコンの僕流の使い方です。でこの一瞬クイック入れた後に少しリーディングで糸を張ってあげるというか、あんまたるんじゃうと頭下がりでフォールしていくんで、姿勢を水平にしたいんで少し巻いてあげる。クイックに動かした後少しこれで姿勢作ってあげて、このクイックの後の食わせの姿勢を作ってあげるのが僕的には肝です。1匹釣れちゃったけど当初の予定のボイルがないですね。ボイルを見つけたらスタートだと思ってたけど、その前に1匹釣れちゃったけどボイルがない。よし食った。ほらほら食ったでしょ。これどうだ。食ったと思うけどな。ストップの途中にあれしたけどでかいよ。ちょっとごめん、ネットがそっちなのと橋脚から離れたい。あと何があるか分かんないからあんまり遊びたくないんだよな。一向に跳ねないぞ。すれボラか。違う、ナマズだ。ナマズだ。ナマズだよね。絶対ね、ほら食いに来てんだよこれ。ミスバイトなだけで間がね、食いに来た時の間だった。ストップの時にドン来たから。シーバスも絶対こんな感じにはこのタイミングでね食っていくと思います。こいつはかかり変わっちゃったけど、まあミスバイトしたんじゃないかな。ですね、このレンジ上だしね。本当にある。あ、本当だ。かかった後あったわ。まあ最初くべてたもんね。本当だ。最初こっちにかかってたんだ。それで移動しちゃったんですね。血が出てる。ごめんよ。よし食った。ちょっとマジで一頭だよ。ちょっと待って。なんかすげえ低い。なんで。お疲れ様でした。どうでしたでしょうか。ナマズのルアーフィッシングじゃないですね。シーバス狙い、今回完全なちょっとね止水湖、にやってきたんですけれども、まあ1本あれがねめちゃくちゃ嬉しかったです。特に何の情報もなくね、一から探して取れた1本はやっぱ格別ですね。ただ、まあ多分もっといい状況、増水時であったり風が吹いた時だったり、あとはまあ季節がもっとね秋に進行すればもしかしたらもっと良くなるかもしれないですし、今回一発もねボイル見られなかったですが、それがもっとね見られるタイミングきっとありそうなんで、ここまで潮が止まってる流れがないところっていうのは少ないかもしれませんが、流れが緩いポイントとか、潮止まりのタイミングとかね共通するポイントあると思うんで、ぜひ参考になることがあればよかったかなと思います。僕はねここを経験したことによってこれからねどんなに流れがないところでも多分頑張れるかなと思いました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。